안녕하세요。ガイドのヨンヨンです。明けましておめでとうございます。年は変わりましたけど、まだ韓国の政権は変わっていません。20代大統領選挙日が2022年3月なので、まだ1年3ヶ月も残っています。国の借金がムン・サイナン政権に入って1000兆ウォンが増えました。それでもムン・サイナンはこのお金がまるで他人のお金のように気前よく使いまくっています。またコロナ支援金の名目で恩着せがましい態度をとっています。それでもムン・サイナンは国の財政を良くすることを考えるどころか、自分の個人のファンドとかで個人資産を増やすことに集中しているようです。約1年ぐらい前に5000万ウォンを投資したファンドはわずか1年でサムソン電子の株価などが高騰したおかげでほぼ2倍になりました。映画アジャシのウォンビンのようにムン・サイナンは今日だけを生きているような人間に見えます。あと1年3ヶ月の間、この国をどこまで崩壊させるかがわかりません。なぜ光化門広場でムンを追い出すデモをやらないのか疑問に思っている方が多いんですが、今集会をやると約300万ウォンの罰金が課せられます。それで指導者のない右派を脅かすために見せしめで何人かを拘束しました。この間のライブの時もお伝えしましたが、見せしめで拘束された人たちの中で日本でも知られているチョン・グァン牧師が釈放されました。保釈の条件を守らなかったということで、再び9月7日に拘束されてましたが、12月30日、また釈放されました。チョン・ガン牧師が批判したムン・サイナンはスパイ、大統領が韓国を共産化しようとしているなどの発言で大統領の名誉毀損の容疑もかかっていましたが、裁判所はこれに関しても無罪を宣告しました。問題の表現が事実を表すというより政治傾向を批判する例えだとか校長に過ぎないという理由です。検察がナギョンウォン議員関連の13件の告訴事件を全部不起訴処分しました。ナギョンウォン議員はイ・ソギョンの中央地検庁が事件を全部不起訴処分にしたということで、これは真実の勝利であって、中名の検察の敗北だと言いました。自分の Facebook には当然な結論だ。権力は真実を一瞬弾圧はできるが、真実に勝てることはできない。この捜査を始めた動機自体が不純だった。動員された外部勢力が告訴状を連発し、そこに合わせて民主党はナギョンウォン氏ねを数えきれないほど叫んだ。どんなに話にならない事件だと、イ・ソギョン中央地検庁でさえ捜査に着手できなかったのか。民主党と中長官は検察を無理に動かして大々的に弾圧捜査をやったと載せました。最近、東部拘置所の方で感染者が超えました。自分たちは新チョンジの方で200人ぐらいでテグ発、新チョンジ発コロナだと騒いでました。お得意の人のせい、それで自分たちへの避難を避けるための論点ずらし作戦をやっていたわけです。ムン・サイナンの方に特命を受けた中民はユン・ソチョの排除の方に全力を尽くしていたおかげで、東部拘置所の方が一番施設が良くて広いところにもかかわらず、感染者と一緒に部屋を使わせたり、前から何度も十分なマスクの要請をしたにもかかわらず、マスクもまともに支給していなかったそうです。すでにこの東部拘置所の方から死亡者も増えていくし、中民への責任論が浮上している今、この問題だけ事実中民はあのハウスで何年かが追加されます。それで空気を読めなかった中民もやっと気がついてユン・ソチョへの構想も諦めることにしました。そしていよいよユン・ソチョの反撃が始まります。中名の息子の休暇の未復帰に関してお母さんである中名長官が未復帰事件をもみ消した事件を振り出しに戻ってソウル高等検察庁の方で再捜査をするそうです。この事件が明らかになると中民はまたあのハウスで何年か追加されるでしょう。中央地検庁であるムン・サイナンの大学の後輩であるイ・ソギョン。新年からイ・ソギョンがユン・ソチョの右腕であるハン・ドンフンのチャンネル A 事件に関して当時チャンネル A 事件を担当していた捜査チームの方が100ページにわたる報告書を提出して容疑なしで
結論を出したにもかかわらず、わざとらしくそれの決裁を後に回したり、握りつぶそうとした事実が明らかになりました。これは去年の秋ぐらいに起きた事件なんですが、最初にお伝えしたナゲオン議員の件とかを不起訴にすることを見ると、イ・ソンギョン本人も自分が今沈没している船に乗っているという自覚が生じているようです。頭の中が複雑でしょう。すでに起こしてしまった事件はどんどん表に出てくるし、だからといって今から右派を装ってもどうなるのか。来年の1月になったら俺はどこにいるんだろう。どこにいるのはあのハウスに決まってるでしょう。ムン・サイナンが予想した通りに問題の長官、時間立ちを強行任命しました。特に問題があって僕が玉ねぎ男2として紹介したピョンチャンウン国土交通部長官、玉ねぎ男3として紹介したイ・ヨング法務部次官、任命をせざるを得ないという状況は今、青瓦台の人でさえムン・サイナンと来年まで一緒に過ごすと、最後の長官と秩序たちは確実にあのハウスに一緒に行くということを知っているから先に脱出したわけです。このような雰囲気の中で常識を持っている人なら長官に任命すると言っても避けるのが普通です。すでに人脈が底をついたムン・サイナン。ここでまた面白いのが自分たちがユン・ソチョを攻撃するために作ったコンスチョ。そのコンスチョを率いるコンスチョ長を選ぶのに自分たちの陣営の方では人がいないということです。今、右派傾向のコンスチョ長を選ばざるを得ない状況です。つまりこのコンスチョ長とユンソチョが一丸になり、コンスチョ捜査対象第一にムンサイナンをターゲットにすれば、ムンサイナンを引きずり下ろすのが可能じゃないかなという話が出ています。そしたらコンスチョ長の候補者の傾向を調べなきゃいけません。今、右派の急先鋒である僕がよく紹介しているカセヤンで、この間大統領名誉毀損の罪で逮捕されたことのあるカギョンソク所長。彼はソウル大学法学部を卒業し、司法研修員、ハーバード大学ロースクールを卒業しました。面白いのが、彼は69年生まれ、で言うと鳥年なんですね。今このムンサイナンの政権で中心になっている人たちが、ほとんど今彼の動機だっていうことなんですね。有力なコンスチョ長の候補者だとか、そしてそのコンスチョ長の候補者の傾向だとか、なぜ彼の情報がないのかについても最後にお話しさせていただきます。まず放送でソウル大学の卒業アルバムを見せながら、ソウル大学法学部の人たちを紹介してくれます。法学部の動機の中では、今、中名の左腕になって、この間のユンソチョの懲戒委員会の方で、チャールズ・チェプリンのように、一人で5つの役をこなしたシムジェチョル。学生時代の時は、同じチョンジュ出身で、このシムジェチョルとラブラインを形成していた、同じ地方のチョンジュ高等検察庁だとか、地方検察庁で一緒に仕事をしていたこの女性弁護士は、韓国で一番土地の値段が高いネイチャーリパブリックの会長の遠征賭博事件に関して会社のお金を横領したところだとか、罪が重いところは容疑なしで結論を出して、罪が軽い単純賭博として事件をまとめました。その後、保守金を100億ウォンを受け取っていたってことがバレて、今あのハウスで服役中です。この事件の後でシムジェチョルとの関連性もユンソチョがまた捜査をして、シムジェチョルは友達がいるあそこにまた仲良く一緒にいられると思います。Y 字もそうだけど、ただ旅行に行って所持金で単純賭博をしたということで、事件はうやむやに終わりました。シムジェチョルが中名の左腕の役割をしながら、検事たちの人事権を握っている検察局長に昇進すると、検察の飲み会の中で、まるでヤーサン間際のように自分のライン、自分の下に入ってこいよと、堂々と解除していたと暴露した地方の検事長も動機です。動機じゃないと検察の人事を握っている検察局長に立てつくのは難しいですよね。その後、カ・ヨンソク所長は司法研修員、当時は司法試験の制度があったから、司法研修員の卒業アルバムを見せてくれます。ユン所長の懲戒処分、懲戒委員会はいけないと言って先に法務部次官を辞めたコ・ギヨン次官。そして今最もホットなユン所長。ユン所長は10年も司法試験の勉強をしましたが、ヨンセ大学の教授であるお父さんがものすごい心配していたそうです。それは当然ですよね。
でもユンソチョは一回司法試験に合格しましたけど、その点数が高くないと検事にはなれないってことで、自分の点数に納得がいかず、もう一度司法試験に挑戦したおかげでこんなに長引いちゃったんです。これは逆に言うと、彼が検事に対してどれほどの使命感があるっていうことがわかります。このユンソチョと対立していたイ・ソンユンも同じクラスでお勉強をしていたんです。僕が玉ねぎ男3で紹介したイ・ヨング新しい法務部次官も同期です。そして中名の後任として新しい法務部長官に任命されたパク・ボムゲの方も同期です。当時司法研修医の中で一番イケイケだったのはパク大統領の時代に文化体育部長官を務めていたチョ・ユンソン長官だそうです。シム・ジェチョルなんかが話もかけれなかった、そのような存在だったそうです。その後、ハーバードロースクールの卒業アルバムを見せてくれます。ここで今、有力な公署長候補者になっているキム・ジヌクさんについて語ってくれました。キム・ジヌクさんはロースクールを卒業した後、韓国のナンバーワン弁護士事務所であるキム・アンドジャンで10年ぐらい勤めて、その後は憲法裁判所の研究員として働いていた。1年間一緒に同じクラスでお勉強をして、一緒に食事をしていたカンヨンソク所長の話によりますと、このキムジの候補者に関しては本当に情報がないんですよ。それほど彼について知っている人がいないんですね。カンヨンソク所長の話によりますと、ロースクール時代からいつも飲み会だとか参加したこともないし、韓国でもいつも自分の仕事だけを静かにこなすタイプなので、情報がないそうです。あと、ユンソチョを超える右派の傾向を持っていて、ユンソチョを超える人に忠誠しない派だそうです。今年はこのユンソチョと初代コンソチョとの共同作戦を夢見てみます。最後まで見てくださりありがとうございました。また他のニュースでお会いしましょう。